さんこんにちは、はるるです。このチャンネルはバロラントの最新情報や考察、感想を扱っているゲームの考察情報感想系チャンネルです。今回は新マップキットについてです。フェードの時と同じく日本語の読み方が発表されていないので、フェード派とフェード派で分かれていたように、ピット派かピート派で分かれると思います。ただ、この動画内ではキットと仮置きします。前置きが長くなりましたが、時系列を追って考察していこうと思います。間違っていたり、別の考えがあればコメントしていただけると幸いです。最初は4月27日から始まったエピソード4のアクト3のバトルパスに入っていた、プレイヤーカードについてです。名前はイエローズ・オン・レイルズカード。ただのトラムが映っているようにも見えるのですが、数日もしないうちに海外掲示板で話題になり出しました。それも、トラムの頭上には魚が泳いでいる点、その奥には朝日または夕日のような光がある点から、このトラムが走っている場所は水中ではという考察が上がりました。例を挙げると、別タイトルになりますがロケットリーグみたいに、ドーム状に包まれた空間の中に、人の生活区域があるのかもしれません。フラクチャーでマップを上下を移動できるジップラインが追加されたように、次のマップは水の中を移動できるかもしれないと、冗談半分で盛り上がっていました。誰もがそのことを忘れかけていた、5月11日にナイトマーケットのお知らせが発表されました。そして背景は水中のようで、上からは光が差し込んできていることから、再びプレイヤーカードの話題が浮上しました。5月24日にはアクアリウムで一休み仕様の言葉とともに、水族館の水槽のようなアートが発表され、コミュニティの期待は増すばかり、盛り上がった熱を冷ますように、翌日の5月25日、ネプチューンバンドルの発表がされました。このスキンのテーマと、武器自体に水槽があることから、これまでの考察はマップではなく、スキンという結末、畳みかけるように5月27日、ネプチューンスキンのアクアリウム内の魚に名前を付けようというツイッター企画。しかし、数日後の5月29日に新たな投稿がありました。水の中にはたくさんの発見があるでしょう。まるで別の世界であるかのように。アテロ号、ここから完全に風向きが変わり、まだ謎があることが発表され、文末にはポルトガル語がありました。ここで思い出してほしいのが、そもそも噂され始めたプレイヤーカードに映っているトラムについてです。そしてこの画像を見てください。これは実在するポルトガルのトラムです。ポルトガル語、トラム、水中。この3つが合わさり、再び、新マップ水中説が浮上しました。6月20日にはパッチノートの発表なしで、アップデートが来ました。地下のブリムストーンのオフィスに行くと、ある留守番電話を聞くことができました。ブリムストーン、チームは現在ポルトガルから帰還中だ。町の隅々まで徹底的に偵察してきた。あの町が、オメガでも同じ構造ならば、迷子になる心配はないだろう。あとはレディアナイトを見つけるだけだ。送ってくれた報告書にも目を通したが、偵察にキルジョイとネオンを選んだのはいい判断だった。ポータルに詳しいあの2人なら、不測の事態にも対応できるだろう。では、後ほど会おう。司令官、いい知らせだ。最近では珍しいことだから喜ばしいだろう。アルファリスボンでの任務には2つの成功があった。まずキルジョイの発明した次元放射系だ。装置は問題なく作動して、アルファオメガ間のメッシュを 2% 以内の誤差で測定することができた。本人曰く最高の結果とのことだったが、詳しい説明を聞く前に興奮してどこかへ走り去ってしまった。2つ目はその測定結果だ。事前の予測通り、こちら側のレディアナイト構造は堅牢で、オメガが今すぐここを突破してくる危険はないだろう。だから防御をもっと脆弱な地点に移すことができる。S43 が妥当だと思うが、これについては議論が必要だな。以上だ。次の任務を楽しみにしている。チームの向かっていた先は、ポルトガルの都市ポルトでした。ポルトガル北西部にある海岸都市です。ここまで出てきた、水の近くにあり、ポルトガル語を公用語としている、点と点が線で繋がれ始めた時、考察を決定づけるようなものが投稿されました。6月10日に、この画像が発表されました。画像にはポルトガル語で、私たちの街、波の下で不思議を祝おう、サンクチュアリデイ、キングダムインダストリーズはあなたの未来を保証します。補足すると、キングダムインダストリーズはバロラントの世界にある架空の組織です。ここまで来ると、海外掲示板ではお祭り状態。マップが水中だったら、ブリムストーンのスモークは届くのか？空爆はなくなるのか？など、新マップへの考察が再熱していきました。6月12日には、バディなしでのスキューバダイビングは危険ですよ。
あなたならどのエージェントと潜りますかの文章とともにアンケートが行われました。ちなみに結果はネオンが30、スカイが29、オーメンが25、レイズが14となりました。ネプチューンスキンの販売促進をするためだけなら、ここまで関連付けた情報を公開しないのがライオットだと思います。フラクチャーのジップのような、移動方法でダイビングが行われる可能性もあるのではないでしょうか。最初は半ば大喜利で水中マップと言われていたものが、1ヶ月半経った今では、次の 5.00 のパッチでは、マップが追加される雰囲気が出てきました。現在出ている情報は以上になります。皆さんはどう思いますでしょうか？また新しい情報があれば、共有したいと思っているので、よろしくお願いいたします。ということで、今回はご視聴ありがとうございました。ぜひコメントで皆さんの考察も聞かせてください。バイバイ。